リスナーのあなた、今日はですね、ソフィーの2026年第一四半期の決算について、ちょっと信じられないような数字を一緒に見ていきたいと思います。はい。今回の決算は、市場が長年ソファイに対して抱いてきた最大の疑念に、ついに経営陣が真相面から答えを出した、そんな四半期になりましたね。いや、ほんと強烈でしたよ。ギャップ純収益が11億ドル。ええ。これ前年同期比で43%増っていうとんでもない過去最高記録ですよね。しかも会員数が1470万人を突破して、3四半期連続で30%以上の増加ですからね。さらにですよ。客観的な評価として、JD パワーの米国投資家満足度調査 DIY 部門で堂々の1位。そうですね。おまけに、フォーブス誌のワールズベストバンクス米国部門でも1位を獲得しているという。なんかもう全体的に数字がバグってますよね。まあ、それだけデジタルプラットフォームとしてのスケールメリットが完全に開花し始めているという証拠ですね。ってことはですよ。会員が1470万人もいるから、きっと街中に1470万件のソファイコンビニを建てて、そこで11億ドルの現金を集めたんだね。店舗は一つもありません。ないの？でもスマホの中にあるたった一つの店舗でこれだけ過去最高の売り上げを叩き出しているのが今の強さなんです。スマホの中に一つだけか。いやー、コンビニの店舗網を維持する費用とか、そういう物理的な重力が存在しない世界の話だったんですね。はい。だからこそ利益がスケールしやすいんです。じゃあ、そのデジタル店舗が叩き出した数字の質の方に踏み込んでいきたいんですけど、ええ、そこが一番重要ですね。今回のディープダイブのミッションとして、なぜ私たちが彼らの本物の現金にここまでこだわるのか、リスナーのあなたも気になっていると思います。そうですね。ソファイのビジネスというのは公正価値会計というルールの影響をすごく強く受けるんですよ。将来得られないはずでリスの収入とかを今の市場価格で見積もって帳簿に載せちゃうっていうあれですよね。その通りです。だからこそ投資家からは常に疑われていたんです。これってまだ手元にない架空の利益なんじゃないかと。帳簿上の蜃気楼なんじゃないかっていう不信感ですね。はい。だから今回の決算はこの利益が本物の現金なのかどうかを証明するまさに戦いだったわけです。そこで経営陣が今回あえて強調してきたのがキャッシュレベニューという新しい指標。現金収益ですね。非現金項目を除いたこの現金収益が約11億ドルに達していると。従来の評価指標とほぼ一致させてきたんです。これで私たちの利益は帳簿上の見せかけじゃなく本物の現金だぞと証明してみせました。いやー、見事なカウンターパンチですよね。じゃあその分厚い現金は一体どこから湧き出ているのか。ここを探っていくと貸付部門のポートフォリオに劇的な変化が起きています。以前は個人ローンに大きく依存していたんですが、そこが今回は全く違いますね。はい。学生ローンの実行額が前年同期比119%増。ええ。そして住宅ローンに至ってはなんと137%増。どちらも過去最高を記録しています。そうなんです。この数字は本当に。いや、ちょっと待ってくださいよ。学生ローンと住宅ローンが倍増って、普通の家計ならいきなりマイホーム買って子供全員を私立大学に入れたような大赤字の火の車じゃないですか。それを収益の多角化って呼びなんてメンタル強すぎですよ。確かに借金まみれに見えますね。ですよね。でも、銀行にとってのローンは商品であり、そこから得られる金利差の利益率が上がっているからこそ、稼ぐ効率もアップしているんです。いや、家計の借金とは根本的に意味が違うってことか。そうなんです。稼ぐ効率を示す NIM、つまり純金利マージンですね。これが 5.94% に改善しています。今のこの不安定なマクロ環境で、マージンをここまで拡大させるというのは並大抵のことではありません。リスナーのあなたもご存知の通り、強固な預金基盤による安い資金調達力がなければ絶対に不可能ですよね。さらに、1株当たり有形純資産、いわゆる TBBPS も前年同期比 57% 増の 7.21 ドルになっています。資本を着実に分厚くしていると。ええ。金利環境の変動リスクを十分に吸収できるだけの本業の稼ぐ力と資本のバッファーが完成しつつあるという明確な証拠ですね。本物の現金を稼ぎ出して資本も分厚い、もう全体的に絶好調って言いたいところなんですが、ところがですね。はい、実はこのピカピカの全体像の中に一つだけ巨大なクレーターが空いているんですよね。テクノロジープラットフォーム部門です。そう、この部門の売上が 27% も減少しているんです。アカウント数も 16% 減。はい。数字だけ見るとかなり厳しい落ち込みですね。テック部門が 27% 減収って、
まさかソファイ、お金がなくて動画のサブスクリプションを一気に解約したとか、それともパスワードを忘れてログインできなくなったの？大口顧客の解約が原因です。サブスク関係ないのか。でも解約は昨年末に完了していて、今期は新たに400万アカウントを獲得しているので、すでに底を打つ兆候は数字に現れているんですよ。はっは、私の家の家計のサブスク事情に同期させちゃいましたけど、大口顧客の抜けた穴だったんですね。フィンテック業界全体で今、統合や内製化が進んでいて、その煽りを受けた形です。でも、その大口が抜けた穴を放置していいわけがないですよね。どうやって立て直すつもりなんでしょうか。ここが経営陣の腕の見せ所というか、非常に重要な転換点になります。彼らはこの部門をソファイテクノロジーソリューションズという統合ブランドへリブランドしました。リブランドですか？はい。これまでは単なる裏方の API 提供みたいな立ち位置だったんですが、これからは B2B 向けの統合バンキングインフラそのものを売り込んでいく。つまり、守りから攻めへと事業の重心を大きく移したと。そうですね。痛みを伴う再編ですが、次の収益基盤を作るための布石と言えます。減収という数字の裏には、そういう意図があったんですね。では、経営陣が描いているその次の姿について、決算説明会の Q&A セッションからさらに深く読み解いていきましょう。今回の Q&A はアナリストからの追及もなかなか鋭かったですよね。特にリスク管理のところ、高金利環境下でのクレジット品質についてですが、経営陣は個人ローンの純償却率が 4.4% だと示しました。はい、数字を出してきましたね。ただそこに延滞ローンの販売を除くっていう歯切れの悪い条件付きの言葉を添えていたんですよ。確かに少し引っかかる言い回しでした。延滞した悪いローンを除けば健全ですって、それ僕の上司が俺の指示ミスさえ除けばこのプロジェクトは完璧だったって言い張るのと同じ匂いがするんですけど。都合のいい切り取りですね。そうでしょ？言い訳みたいに聞こえちゃって。でも過去の最悪期よりは健全だとデータで示しており、高金利稼働でのリスクを慎重にコントロールしている様子が読み取れます。単に数字をよく見せるためのごまかしじゃなくて、実際にバランスシートを身軽にしてリスクを切り離している能動的な戦略なんですね。もちろんその売却コストも含めて投資家としては引き続き監視していく必要はありますけどね。バランスシートの防衛策としては理にかなっていると。そしてもう一つ、Q&A の中で経営陣から非常に強気な言葉が飛び出しましたよね。はい。クリプトスーパーサイクルやビッグビジネスバンキングといった表現ですね。今の事業規模の枠を完全に超えたかなり拡張的なキーワードに聞こえましたけど、これはどういう意図なんでしょうか？テック部門の再編を進めながら、あえてこうした言葉を使う背景には、次の成長エンジンを早めに市場へすり込む狙いがあると読めます。早めのすり込み。はい。単なるローン会社ではなく、決済インフラそのものを取りに行く野心の表れかもしれません。野心の表れ。その具体的な武器の一つとして挙げられていたのが、マスターカードとの提携による SoFi-USD というステーブルコインですよね。これが非常に大きな意味を持っています。これがなぜビッグビジネスにつながるのか、リスナーのあなたにも分かりやすく解説してもらえますか？既存の銀行システムって、決済に時間がかかったり、コルレス銀行を経由する高い手数料がかかったりしますよね。はい。海外送金とか特に時間とお金がかかりますよね。SoFi-USD を使えば、そういった障壁を完全に迂回して、24時間365日、瞬時に決済が完了するネットワークを構築できる可能性があるんです。従来の金融インフラの赤道をスルーできるわけですね。莫大な手数料ビジネスをひっくり返せるなら、間違いなくゲームチェンジャーになりますね。そうですね。そしてもう一つ、彼らはテクノロジーの活用として AI を使って住宅ローンの実行を10等間で完結させるというとんでもない目標を掲げています。はい。これも大きな挑戦ですね。住宅ローンが AI で投下って、それって引っ越しを決意して家を買って引っ越し業者に費用を払うまでがカップラーメンにお湯を入れて待つまでに終わっちゃうってことですか？さすがにカップ麺は無理です。さすがに極端に誇張しすぎました。でも、通常は数週間かかる審査を AI で10日に縮められれば、コストの高い住宅ローン市場で一気にシェアを奪える強力な武器になります。収入証明とか権利関係の確認を AI で一気に並列処理しちゃうってことですね。顧客体験が劇的に向上しますから。今ソファイの会員1人当たりのクロスバイ率って 43% ですけど、これを 50% に近づけようとしている中では、この圧倒的なスピード感は強烈なフックになりますね。はい。
今後の見通しとしては AI による効率化やステーブルコインという追い風が吹く一方で、不透明なテック部門の霧がどう晴れるかが次期の観測ポイントですね。なるほど。つまりソファイはステーブルコインを作ったから JD パワーの DIY 投資家ランキングで1位になれたってことか。順番が完全に逆です。あれ、逆ですか？でも外部機関からの高い信頼という土台がまずあるからこそ、次の新しい暗号資産や決済インフラへの挑戦が市場に受け入れられやすくなるんです。信頼の土台が先にあってこその次なるイノベーション。いや、今日のディープダイブで決算の裏側が完全につながりましたよ。結局のところ、ソファイは単なる帳簿上の利益を出すテック企業ではなく、本物の現金を稼ぎ出しながら未来のデジタルバンキングのインフラそのものを作ろうとしている質的転換期なんですね。完璧なまとめ。どうしたんですか急に。たまにはビシッと決めさせてくださいよ。ちょっと驚きましたけど、まさにその通りだと思います。では最後に、専門家の視点からリスナーのあなたへ向けて何かメッセージはありますか？はい。今回登場したキャッシュレベニュー、つまり現金収益という指標についてです。会計上の疑念を打ち払ったあの盾ですね。そうです。これが他のフィンテック企業でも標準的な評価基準になっていくのか、それともソファイだけの特別な盾で終わるのか、リスナーのあなたはどう読みますか？ぜひ注目してみてください。次の決算発表が待ち遠しくなりますね。今日も最後まで深く潜っていただきありがとうございました。この音声は情報提供目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。